そのタクシーの運転手は、私は事務仕事をしているどこにでもいるような女ですが、一度だけストーカーと言いますか、奇妙な体験をしたことがあります。ある日、仕事終わりに友達と飲んだ帰り、最終電車に間に合わないと思い、タクシーを手配した時の話です。何人かの友達は彼氏だとか夫だとかに迎えに来てもらっていましたが、私はあいにくと独身なので手配したタクシーに友達のいい子と2人で乗りました。〇〇までお願いします。私といい子の居住は、今いる場所から2駅分くらいしか離れていませんが、まずはいい子の自宅付近まで送ってもらうことにしました。いい子は私以上にベロンベロンに酔っ払っていたので、幸い実家住まいということもあり、自宅まで送り届けたら家族に運んでもらおうと思ったのです。案の定、いい子宅前に到着すると、ひとまず私が一人でインターホンを鳴らすと母親が出てきたので、事情を話せばすぐに父親がいい子を担いでくれましたし、ご両親からお礼を言われました。ちなみに、ご両親からはお礼とご迷惑をかけたと、タクシー代金1万円を手渡されましたが、私が断ると半ば強引にタクシー運転手に代金を先払いして、お釣りがあれば私に渡してほしいと先手を打たれました。私は律儀だなぁと思いつつも、いい子のご両親に頭を下げお礼を述べた後、タクシーに戻りました。お待たせしてすみません。〇〇までお願いします。運転手ははいと低い声色で答えると、パーキングブレーキを操作して、ゆっくりと発進させました。私の家はいい子の自宅から車で10分もしない小さなマンションです。いい子がいなくなった道中、無言で外の景色を眺めていると、突然運転手の男性が抑揚のない声で話しかけてきました。飲み会か何かのお帰りですか？少しびっくりしましたが、運転手もいい子がいなくなったことで車内が無言になって気まずいと思ったのだろうと思い、息を整えて返事をします。はい、友達同士で。それは楽しそうですね。女子会ってやつですかね。いまいち感情の起伏をつかめない声色でしたが、私を退屈させないように場をつなげようとしているのだと考えればそこまで悪い印象ではありませんでした。女子会と言っていいのかわかんないですけどね。ただの居酒屋なので。そうなんですか。そんな当たり障りのない会話を交えていると、私のマンション前に到着したので、運転手にここですと伝えます。停車すると運転手から、これ、先ほどの方からお支払いいただいた額のお釣りになりますと言われ、私の手前にお釣りを乗せたカルトンを差し出してきました。私はお釣りを受け取ると自動的に開いたドアから降りて、一言運転手に、ありがとうございますと告げます。こちらこそ、ご利用くださってありがとうございました。またどこかでお会いしましたら、ぜひうちのタクシーをごひいきに。運転手は商売気質な文言を残すと、深々と頭を下げて逆方向へと切り返し、スーッと発進させると、あっという間に夜景に溶け込んでいきました。感情の一切は感じませんでしたが、意外とおしゃべりな人だったなと感想を抱きつつも、私は自宅に戻りました。それから2週間後くらいが経ち、そのタクシー運転手のことなんかすっかり忘れていた頃、いい子と日をまたいでカラオケを楽しんだ私は、例のタクシー会社に電話して手配しました。しばらく経ってやってきたタクシーに乗車すると、私は運転手の後頭部に既視感を覚え、その運転手が以前飲み会の帰りに利用したタクシー運転手だと気づきます。もしかして2週間くらい前に乗せてくださった方ですか？少しお酒が入っていた私が運転手に話しかけると、隣にいたいい子が何、知り合いと首をかしげます。そんないい子をよそに、運転手がゆっくりと半面だけ見えるように振り返れば、ああ、あの時のお客様ですね、と会釈しました。しかし、その半面しか見えない表情はどこかのっぺりとしていて、無愛想を通り越して無表情を貫き通した氷のように沈んでいたのです。以前話した時同様に起伏がない平坦な声色。前回はあまり顔を伺うようなことはしなかったのですが、実際に表情を見れば、ああ、こんな感じかと納得するような顔でした。いい子が酔いつぶれた時に呼んだタクシーの運転手さんだよ。隣でよくわからないといった表情で成り行きを見守っていたいい子に事情を話せば、すぐに理解したのか恥ずかしそうに、ああ、そうなんだと苦笑いしていました。本日はどちらまで？
〇〇までお願いします。そして私たちを乗せた車は緩やかに発進し、暗く静まり返った公道を進んでいきます。それにしても偶然ですね。そうですね。私も勤続10年になりますが、こう言ったのは初めてです。私はなんとなく運転手に話題を振ってみると、当然ですが、運転手はそれに答えてくれました。勤続10年。ふと座席の背中に貼られた自己紹介表みたいなものに視線を向けると、名前や趣味が書かれており、その中に、〇〇、36歳、とフルネームが載っていました。落ち着いた声色にしてはまだ30代だったことに驚きましたが、そこに載せられた顔写真を見て少し息を飲みました。差別的な発言になるかもしれませんが、片目が少し潰れているような感じで、生気のない表情を浮かべていたのです。私が少し緊張感を覚えると、ちょっと不気味だね、といい子が小声で耳打ちしてきました。さすがに運転手に聞こえたら不機嫌になると思い一別でとどめましたが、至って平常にハンドルを握る姿を見て聞こえていないと思い少しほっとしました。そして、いい子と話しているといい子の自宅前に到着したので、私は下車するいい子を見送りました。車内に私と運転手の2人だけになると、運転手はすかさず車を発進させるので、私はと少し戸惑いを覚えました。あ、じゃあ〇〇までお願いします。まだ行き先を伝えていないのに変だなと思いながらも、私は行き先を伝えました。運転手ははいと淡々と業務をこなしているようでしたが、私にはその後ろ姿に違和感を拭いきれませんでした。夜景がまばゆい橋梁に突入すると、運転手が沈黙を破ります。写真見ましたよね。一瞬とすっとんきょうな声が出ましたが、運転手はお構いなく続けます。私ね、生まれながら片目がおかしくてね、よくからかわれていたんですよ。相変わらず運転手の声色には感情の起伏はありませんでしたが、何かふつふつとしたものを背中越しに感じました。気持ち悪いですよね。いえ、そんなことは。この手の話題に弱い私は何が最善の答えなのかわからずについつい適当に否定をしましたが、運転手は沈黙を続けた後、すみませんと話を終えました。その日は私の家に到着するまで一言も話すことがなく、会話も利用料金を支払う際のやり取りだけでした。その際、料金を受け渡す時に私の手と運転手の手が触れたのですが、運転手はしばらく私の手に触れたまま固まると、すみませんと謝罪した後に目深にかぶった制帽からじっと私を見上げていたのです。何か。いえ、それではまたのご利用をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。なぜ運転手が私のことをまじまじと見つめていたのか、その時はまだわかりませんでしたが、ただ当時の私は変わった人だな、との単純な思考回路しか持ち合わせていませんでした。後日、そのことをいい子に話すと、それちょっとヤバめじゃない？あんた狙われてんじゃないの？と言われたので、そんなはずはないと断固否定しました。私はこれまで人生において告白されたことはありませんし、初めて彼氏ができた時は私が勇気を出して告白したもので、その彼とも3ヶ月と経たず破局しています。一言で表せば、私は可愛い部類の容姿ではないのです。かといって、そこまで不細工ではないと思いたいのですが、もし目をつけられたのならば、おそらく平々凡々とした容姿が男から見たらいけそうと思われたのかもしれません。そんなことをいい子と話した3日後くらいのこと。普段通り退勤した時間帯、職場から少し出たところを歩いていれば、不意に遠くからプップッとクラクションが聞こえてきました。なんだろうと思って振り返れば、道路脇に停車しているタクシーから男の人が身を乗り出して私に手を振っています。あの運転手です。さすがにこれは待ち伏せだろうと、鈍感な私も気づきました。かといって、ここで無視して立ち去っても逆恨みが怖いので、私は観念してタクシーへと歩み寄ります。どうしたんですか、こんなところで。この辺りまでお客様を乗せた帰りなんですが、たまたま騎乗をお見かけしたので、つい。その無表情の顔からあからさまな嘘が出てくるのを対面にして、私はこの運転手が私用で私を付け狙っていたのではと勘ぐりました。よかったら送りましょうか。ご自宅まででしたら私も会社に戻る道すがらになりますので、
料金もいただきません。いえ、さすがにそれは。私は戸惑う反面、この運転手が意外に積極的なことに驚いていました。しかし、運転手は半ば強引に後部座席のドアを開けて私に、さあ、遠慮なさらずと迫ってくるのです。このまま運転手の言う通りに乗車すればどこに連れて行かれるのか分かったものじゃない。私が運転手の申し出を突っぱねるべきかと逡巡していると、後ろから〇〇さんと声をかけられました。振り返れば、同じ部署で働く後輩女 A が数人の同僚と歩いていて、これから飲みに行くことになったんですけど、〇〇さんも行きません。と駆け寄ってきます。A とは普段会話をしますが、そこまで仲がいいわけではありません。ですが、ほとほとに困っていた私は A の提案に乗っかって、じゃあ私も参加させてもらおうかな、と差し出された A の手を取り、運転手には、すみません。そういうことなのでせっかくですがまたの機会に、とやんわりと断りました。ただ、A に惹かれて私が立ち去る際にちらりと振り向けば、運転手が恨めしそうに眼光を光らせていたのを覚えています。少し離れた場所で A が立ち止まると、A は振り返り、タクシーが離れていくのを確認するや否や、〇〇さん、大丈夫ですかと可愛らしい小顔を傾けるのでした。何がと問えば、A は流暢に説明を始めます。A が同僚たちとこれから飲みに行こうと談笑しながら歩いていると、ふと私を発見した同僚の一言で立ち止まったそうです。あれ〇〇さんじゃね。なんかトラブってない。A たちから見た私は、道の路肩に停車したタクシー運転手と何やら言い争いをしているように見えたらしく、しばらく成り行きを見守ることにしたといいます。そうしていると、私が傍目から見ても困っているように見えたので、A たちは私がトラブルに見舞われているならそれとなく仲裁に、運転手に言い寄られているのならそれとなく私を誘い出そうと考えました。事実、私はある意味絡まれていたので非常に助かりましたが、私が事情を話すと、言い寄られている方とは、と苦笑していました。その後、成り行きで本当に A たちと飲むことになると、話題は私と運転手の話一色となり、これまでの内情を相談することになったのですが、それマジでストーカーじゃないっすか。〇〇さん、完全に言い寄られてますよ。なんかあったら警察行く想定くらいした方がいいですよ。などと、真面目なことを言われました。帰り際にも A に、しばらくはあのタクシー会社控えた方がいいですよ。それかクレーム入れた方が良くないですか。と言われるも、報復なんかあればたまったものじゃないと弱腰の私は考えとくとはぐらかしました。それから1週間ほど過ぎた頃、再びあのタクシー運転手が私の前に現れました。今回は A も含めた部署の飲み会の帰り、上司が気を利かせてタクシーを手配したのですが、そのタクシー会社が例の会社で、あの運転手が来たのです。〇〇さん、あれってこの前の人じゃないですか。早速タクシーを見つけた A が私の袖を引っ張りつつも、耳打ちで教えてくれました。私は運転手の横顔を確認して心底嫌そうに、ああ、そうだね、とうなずくと、そのタイミングで運転手がこっちを向いたので、不格好な笑顔を貼り付けて会釈します。タクシー乗るやつ。私の部署の人でタクシーを利用するのは私を含め3人しかおらず、他は電車でした。3人なら一緒に乗っても十分だということで、上司は、ほら、待たせてるから、と私の背中をぐいぐい押してきます。そんな中、運転手と視線が合うと、どうにもその正気のない目が受け付けなくて、とっさにひっとかがんでしまったのです。一瞬、上司がどうしたと心配そうにかがんでくるのですが、そんな上司を押しのけて A が私のそばに駆け寄ると、ああ、〇〇さん飲みすぎて気分悪いらしいんで、私の家に泊めますね。家近いんで、と助け舟を出してくれました。そして小声で、〇〇さん、ひとまず体調悪いふりしてここ離れましょうか、と言ってくれたので、私は一応先輩なのに情けなく、うんと震えるようにうなずいては口元に手をあてがって気分の悪い演技をし、A に往来の邪魔にならない店の壁側に移動させてもらったのです。タクシーは私を除いた2人を乗せて発進していき、上司も、じゃあ、〇〇を頼めるか、それとも俺が家まで担ごうか、と、
私たちが女だからセクハラで訴えられるのを警戒しているのか、どうしたらいいかわからずそわそわしていたところ、A が大丈夫ですから任せてください。家に着いたらちゃんと連絡するんで、と上司をやり込めていました。そんな上司を見送り、私たち2人だけになると、A は、運転手めっちゃこっち見てましたよ。まあ、〇〇さんの方でしょうけど、と怖いことを言い出します。一体私が運転手に何をしたのか。それとも本当に私を狙っているのか。考えただけでも頭痛がしてきて、本当に気分が悪くなってきました。やっぱりちゃんとあいつの会社にクレーム入れた方がいいんじゃないですか。いや、でも、報復が一番怖いし。でも、どうせもう自宅バレてんですよね。引っ越した方がいいですよ。クレーム入れて警察にも相談するのも忘れずに、何もしないのが一番危ないですって。A はいまいち決心がつかない私にあれこれとアドバイスをしてくれました。確かに A の言う通り自宅を知られている時点で、私の方から動き出さなければいつどうなるか分かりません。転居を視野に運転手の会社にクレームを入れるのが現実的なのは理解しているのですが、どうしても報復が怖くて踏み切れないのです。新しい家が見つかるまで私の家使ってもいいんで、とりあえずクレームと警察に相談は絶対ですって。そして私は A の押し強さに根負けして、いずれクレームを入れることを承諾しました。いずれというのは引っ越し先の確保ができるまでです。翌日から私は家探しを始め、休憩中や休みの日には不動産を漁っていました。しかしその間にもやはり例の運転手とはあくまでも偶然を装ってよく遭遇するのですが、私にはできた友達と後輩がいたので、いつもうまく回避することができたのです。仕事終わりでタクシーを使う際には A が常に一緒にいてくれたり、いい子が時間の取れる時はいい子が常に一緒に帰ってくれました。そんな限界体制のおかげか、あれ以来運転手と面と向かって会うことはなく、私も気が緩んでいました。もしかしたら引っ越さなくても大丈夫なのではと慢心さえしていました。しかしある日の晩、私は自分の置かれている境遇を身に染みて思い知ったのです。その晩、消灯して寝ようと寝室に入ったところ、不意にクラクションの音が聞こえてきました。短いプッといった単発の音でしたが、布団に入ろうとしていた私はそのままカーテンの隙間から外を見下ろしました。すると路上に見覚えのあるタクシーが止まっているのを見て、私はとっさにそのタクシーが運転手のものだと気づき、すぐに身をかがめました。なぜタクシーがアパートの前に止まっているのか、すぐに理解できずに困惑しました。たまたま他の住人がタクシーを利用して今しがた帰宅したのかとも思いましたが、先ほどの単発のクラクションから考えても誰も乗り降りしていませんし、廊下から足音も玄関を閉じる音もしません。運転手は確実に私に用があってあそこに止まっているのだと、そう思いました。翌朝、私はベッドに上がらず脇で毛布にくるまって起床しました。昨晩は怖くてずっとベッド脇で布団にくるまっていたら、いつの間にか寝ていたようです。出社した際に昨晩の体験を A に話すと、 A は「いやマジで警察案件ですって」と言われ、ようやく私も警察に相談するのと会社にクレームを入れる決心がつきました。しかし昼休憩に A が見守ってくれる横で運転手の会社に電話をしたところ、余計に事態がややこしくなってしまったのです。電話番号は A が私が記憶しているタクシー会社をネットで調べて見つけてくれたもので、早速そこにかけてみると電話番の人が出て、私はお宅の運転手のことで少しお話があるのですがと前置きを置いて、これまでの事情を説明しました。すると電話番の人が「その運転手の名前は分かりますか?」と聞いてきたので、車内に設置されていた運転手のプロフィール欄を思い出し「〇〇です。年は36歳くらいだったと思います」と答えると、電話番の人の声色が少しずついぶかしげになったかと思えば、何度も「〇〇ですか?」と確認をしてきました。私は「〇〇で間違いありません」と少し強く言い放つと、電話番の人は「大変申し上げにくいのですが」と下手に出てこう告げました。〇〇は2月前に亡くなっています。私は頭の中が真っ白になりました。運転手が亡くなっている。じゃあ
私が今まで見ていたあの運転手は幽霊だとでも言うのか。いい子や A も見てるし、部署の飲み会の帰りでは同僚がそのタクシーに乗ったのに、本当に電話番の人が何を言ってるのか理解が追いつきませんでした。私が呆然としていると隣にいた A が、どうしたんですかと肩をゆすってきたので、私はあの運転手が亡くなっていることを A に話しました。当然、A は嘘と怪訝な面持ちで私を見ると、私から携帯電話を奪い取り、もしもし、すみません。私、今電話で話してた〇〇の同僚の〇〇と申しますが、と早口で詳細を電話番の人から聞き出していました。A の話では本当にあの運転手は、2月も前に亡くなっているとのことでした。ただし、A が確かにその運転手が運転するタクシーを利用したことを訴えれば、電話番から念のためにこちらでも確認いたしますが、もしかすると私どものタクシーを模倣した社外の人間かもしれませんので、警察に届け出た方が良いかもしれません、と言われたそうです。後日、タクシー会社の社員と時間調整をして対面することになったのですが、やはり私が伝えた特徴は亡くなった運転手と合致する部分が多く、社員の方も、はぁと頭を抱える仕草を取りつつ困った顔をしていました。もちろん、警察には届け出たのですが、私からはストーカーで困っていると言われ、タクシー会社からは、うちのタクシーを真似して営業している輩がいると言われ、警察官もなんだそりゃと言いたいのをこらえたような複雑な顔を浮かべていました。結論から言えば、あの運転手は捕まっていません。というか、本当に生きた人間だったのかさえ怪しくなってきています。確かに私以外の人間にも目撃されており、警察が確認したところいくつかの防犯カメラには映っていたそうですが、身柄を確保できていないのです。そして、私がタクシー会社と警察に相談してからというもの、ぴったりとその運転手が出現しなくなったので、一時期は私の虚言癖だと勘ぐられたのですが、いいこと A の証言や、私が運転手に言い寄られていた光景を目撃している私の部署の同僚たちの証言、さらにその光景が防犯カメラに収まっていたことで迷惑行為をする運転手が存在することは証明できていました。それでも捕まらないのは、やはりその運転手が幽霊だったということなのでしょうか。ただ、いい子がこの前酔った勢いで言っていたのですが、亡くなった運転手の名前を語って悪さする変人かもね、と聞いてからというもの、そっちの方が怖いと私は震えています。だって、生きているということは未だ私はその運転手に狙われているのかもしれないのですから。